この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。今回はアニメ、日本三国第2話です。前半に海外の反応、後半で哲学的考察です。すぐ哲学的考察をご覧になりたい方は、チャプターから飛んでください。それでは、ごゆっくりご覧ください。オープニングで彼ツネちゃんさんも女の子だと勘違いしてしまった。一瞬リボルバーオセロットが日本に侵入してきたのかと思ったよ。テコを使ったり膝の裏を蹴って倒したりするのかと思ったら、ツネちゃんさんは出汁を切り落とすって言い出したの？マジで？まあうまくいくならいいけど。あのクリフハンガーのせいで漫画を読んでしまったよ。はははは、私にはそれはやりすぎだ。でも正直エンディング曲が始まった瞬間、心の中で悲鳴を上げたよ。あのクリフハンガーは本当に残酷だ。くそ、あのクリフハンガーはないだろう。ミニオンズの名前を出したアニメってこれが初めてじゃない？随記オープニングを見てツネちゃんさんを女の子だと思った人がこんなに多いのには驚いた。制服と胸元を見れば男だとかなり明らかだったと思うけど。義経が本物だってわかるのは、あのダサいボブカットにもかかわらず男たちから尊敬を集められたからだ。あの髪型こそが真のリーダーシップのテストであり、彼は見事に合格している。俺たちのアオテルがガスライティングで日本統一への道を突き進んでるぜ。ツネちゃんさんに出会ったばかりだけど、もし彼に何かあったらこの部屋にいる全員を殺して自分も死ね。おい、そんな簡単に同調圧力に屈するなよ。ちょっと馬鹿げてるけど、安直な答えとしては龍門将軍の書類を床に叩き落とすことじゃないかな。ツネちゃんさんがローテルにこびへつらい始めた時の声、白熊カフェ時代を思い出して爆笑した。待ち時間の列を実際のユニバーサル・スタジオのアトラクションに例えたのには思わずニヤリとしたわ。彼義経の名前は源義経から来ている。龍門光秀は明智光秀から来ている。オープニングは先への昇華でもあり、歌詞は彼女の死を暗示しているとも言える。今のところ龍門将軍はこのシリーズの超絶かっこいいおじさんって感じだ。言葉がどう彼に有利に働くかわからないから、青テルがどうテストを乗り越えるのか気になるな。あのテストが枠にとらわれない思考を求めているのは明らかだけど、義経が剣を使っても何の意味もないと確信している。力押しは答えではない。出来事やキャラクターが実際の歴史上の人物をベースにしているのは明らかだけど、私は日本の歴史に詳しくないから、コメント欄で解説してくれる人がいて本当に助かるよ。ツネちゃんさんはアオテルの極端に論理的な面とバランスを取るのにちょうどいいサイコパスって感じだね。主人公2人はとても興味深い関係になりそう。最初から仲良し小良しになるかと思っていたけど、どうやら一方的なツンデレライバル関係のような感じになるみたいだね。青テルは言葉の応酬だけで龍門将軍をひざまずかせるのだろうか。船に乗った男が煙を吐き出して、背景のキャラクターたちがそれで咳き込み始めるシーンが大好きだ。時計の周りで頭が回転している時に髪が常に垂れ下がっていたところもね。そういう細部へのこだわりが本当にたまらないんだ。こういうの大好き。最初の2話にはものすごく感動した。先週も言ったけど、これは今期の派遣アニメになりそうだ。なんてこった、このアニメはスタイルがにじみ出てるぜ。わかる。全ての対話における細部の表現に目が完全に釘付けになってる。演出とストーリーテリングが相変わらず最高。私の中の歴代お気に入りリストを順調に駆け上がっている。スタジオカフカと寺沢監督は完全にこれをものにしている。私は完全に魅了されているよ。海外の反応どうだった？面白かった。僕と同じことを思ってる人が結構いたよ。龍門将軍のテスト、書類を叩き落とすんじゃないかってコメント。僕もそう思ってたよ。僕はね、膝かっくんするんだと思う。
膝かっくんで将軍が膝を床についたら爆笑するよ。今日もコメントから哲学的考察をするんだね。まずはこのコメント、ピオタロを読んでみて。俺たちの青テルがガスライティングで日本統一への道を突き進んでるぜ。ガスライティングって何？心理操作のことだよ。映画ガストーが心理操作の映画だったから、そう呼ばれるようになったんだよ。このコメントが体現しているのは、イタリアの哲学者、政治思想家、ニッコロ・マキャベリが説いた君主論における目的のための手段の正当化だね。マキャベリは著書、君主論の中で、人間は力によって強制されるか、言葉によって説得されるかのどちらかで動く。しかし、真に優れた君主は、その両方を使いこなす。と言ってるんだ。このコメントは、青テルはガスライティング、心理操作で日本統一への道を突き進んでるって期待してるんだね。でも、マキャベリの言う力はまだ持ってない。これからが楽しみだよね。ロールプレイングゲームみたいにこれから集めていくのかな。そうだね。じゃあ次のコメントだよ。じゃあ次は、もちもち読んでみて。あのテストが枠にとらわれない思考を求めてるのは明らかだけど、義経が剣を使っても何の意味もないと確信している。力押しは答えではない。このコメントは、ドイツの政治理論家、ハンナ・アーレントの思想と深く重なるよ。ああ、あのおばちゃん、お姉さんだ。タバコの好きな先生だ。そうだね。この間来てくれたアーレント先生だね。彼女は、暴力と権力を明確に区別したんだ。権力とは、人々の合意や信頼、影響力に基づくもので、暴力から真の権力は生まれないと断言してるんだよ。このコメントもアーレント先生みたいに、力押しは答えではないと言っているよね。なるほど。そして最後はこのコメント。このコメントは、中国春秋時代の兵法家、孫子の思想と重なるよ。私を呼んだかね。誰？また誰か来た。はじめまして。私は孫武、俗に孫子と呼ばれている。孫子先生だ。第1話の青テルが言った孫子曰くの言葉の意味を聞きたかったんだよ。僕も聞きたい。よしよし。私の言葉を知りたいとは。なかなか心がけのいいひよことカエルだ。しっかり耳をかっぽじって聞くのだよ。僕、どこに耳があるのかわからないんだ。僕もだよ。どこに耳があるんだろう。ははは、どこかにあるんじゃろう。まあ聞こえてるならそれでよい。では説明しよう。第1話で青テルが口にした私の言葉にこうある。よく戦う者は人を致すも人に致されず。言ってたね。人を致すとは相手を自分の思う通りに動かすという意味。人に致されずとは相手に操られないという意味だ。すなわち、戦いの上手い者は主導権を握って敵を思いのままに動かし、相手のペースには決して乗らないということじゃな。僕は乗り物が好きだから乗っちゃうな。なんかごめんね。候補、では続けよう。第1話では青テルは怒りに引っ張られなかった。そして第2話では部屋の空気にも引っ張られなかった。それも戦いなんだね。そうだ、戦いはいつも剣の形をしているとは限らん。大勢の視線も笑いも沈黙も立派な圧力という戦いだ。あのホテルの男たちは義経そのもの以上に空気で押していた。強い者がいる、みんなが持ち上げる、すると最後はお前も従いになる。それが同調圧力というものだ。カエルなんだからゲコゲコいいって言われるのも同調圧力だったのか。僕は戦うぞ。でも、義経って実際すごいんでしょ。強いし、家柄もあるし。もちろんあの場で一目置かれるだけの迫力はあるのだろう。だからといって周りが考えるのをやめていい理由にはならん。人数が多いことは力にはなる。だが正しさの証明にはならない。そこはオテル君は嫌がってたんだね。そうだろうな。あの少年はみんながそう言っているだけでは納得しない。それでは平の悪事まで数が多いから正しいになってしまうからな。100人で同じ穴に落ちたら100倍正しいわけじゃなくて100倍どんくさいだけだもんね。その通り。しかも穴は一つも埋まらん。じゃあオテル君が戦ってた相手って義経だけじゃなくてその場の空気そのものだったのか。そこが第2話の肝だ。義経は実際に強い。強い者のそばで群れて自分で考えることをやめ、さらに他人にもそれを強いる。
あの流れの同調圧力に屈しないどころか、場の空気感さえ変えてしまったラオテルのあのやり方もまた、よく戦う者は人を致すも人に致されずなのだよ。さらに私は兵法でかを知り己を知れば百戦危うからずとも言った。それ、どこかで聞いたことある。相手を知ることも大事だが、同じくらい自分が何に屈し何には屈しないのかを知ることも大事なのだ。アオテルの振る舞いは少なくともあの場で納得していない者に合わせる気はないとはっきり示していた。それは勇気でもあるし、少し面倒な性分でもある。でもアオテルは前は勇気がなかったんだよ。サキが死んだことでアオテルは変わったんだよね。そういう面倒なものは風向きを変える。アオテルは今後風向きを変えるものになるんだろうな。そして第2話は同調圧力に飲まれず自分の頭で考えるものがちゃんと不気味に見えるという話でもあるのだ。僕はよく女子たちから不気味って言われるよ。変なカエルだから。群れから一歩ずれるものは大体不気味に見えるものだ。じゃあピヨちゃんと僕はずっと女子にモテないね。僕は不気味って言われたことないけど。ところでね、孫子先生、第1話でアオテルが言ってた、知行合一をなすって言葉が気になってるんだよ。ついでに教えて。ついでの圧が強すぎる。まあいい、少しだけだぞ。まず知行合一をなす。これは応用名の言葉で知ることと行うことは本当は一つだという意味だ。知ってるだけじゃダメってこと？そうだ、口で分かったと言っても動かなければ半分眠っている知識だ。ラーメンの作り方を100回読んでもお腹は膨れないもんね。まさしくそれだ。君は食べ物の時だけ理解が早い。じゃあこれも第1話でアオテルが言ってた千里の道もそっかの一歩より始まるって言葉は？なんじゃ、老子の言葉まで私に説明させるのか。やれやれ、仕方ない。それは老子の言葉で、どんなに大きな目標も最初は目の前の一歩からしか始まらないという意味だ。太平の世を作るって夢も、まずは大阪に行って試験を受けるところからってことか。そうじゃな。そして第2話で言えばもう一つある。おかしな空気におかしいということもまた一歩だ。地味だけどすごく大きな一歩だね。さて、ここで龍門将軍のテストの話に戻ろう。義経は将軍の足を切り落とす気だよね。びっくりだよ。続きが気になる。義経は義経なりの自分の持ち味を生かした方法を選んだのだろう。私はこう書いた。故に兵に情勢なく、水に情景なし。水に情景なし？戦い方に決まった形はない。水の器に合わせて形を変えるように、状況に合わせて最適な方法を選ぶのだということだ。じゃあ僕はプリンの形に合わせてお腹の形を柔軟に変えるよ。それはただ食べ過ぎて太っただけだよ。そして私の教えにはこんな言葉もある。よく敵陣をして自らいたらしむる者はこれを利すればない。また難しい言葉だ。相手を自分の思い通りに動かしたければ、相手にとって得になることを提示すればよいということだ。あ、わかった。僕がピヨちゃんをひざまずかせたいときは床に100円玉を置いておけばいいんだね。僕、拾うときはくちばしで拾うからひざまずかないけどね。スケールは違うが原理はまさにそれと同じだ。相手が自分からそうしたいと思うように仕向ける、それも一つの方法だ。龍門将軍が自分から膝をつくなんてどんなことをしたらそうなるんだろう。それは来週のお楽しみじゃな。義経は将軍の足を切り落とそうとしてるみたいだな。青テルは一体どんな方法を取るのか、お手並み拝見といこう。私も次回のアニメが楽しみなんだよ。ここに来る哲学者の先生はみんなアニメ好きだよね。では私はこれで失礼するよ。また来てね。今度は古代中国のお菓子持ってきてね。約束しよう。ではまた会おう。バイバイ。バイバイ。今から約2500年前、中国の春秋時代、一人の軍事思想家が戦争の本質を見抜いた書物を書き記しました。その名は孫武。後世に孫子と呼ばれる人物です。孫武の生涯は謎に包まれています。生まれた年も亡くなった年も正確には分かっていません。出身は清の国とされていますが、確かな記録はほとんど残っていません。それでも彼は呉の王考慮に仕え、その卓越した戦略眼で呉を強国へと導いたとされています。孫武が残した兵法書孫子は全13編からなる
わずか6センチほどの書物です。その中に記された言葉は、今も世界中で引用され続けています。かを知り己を知れば、百戦危うからず。敵を知り、自分を知れば、何度戦っても負けることはない。しかし孫武が最も重視したのは、戦うことそのものではありませんでした。百戦百勝は、善の善なるものにあらず。戦わずして人の兵を屈するは、善の善なるものなり。100回戦って100回勝つことよりも、戦わずして勝つことこそが最善である。これが孫武の思想の核心です。軍事だけでなく、ビジネス、スポーツ、人間関係にまで、その考え方は応用され、2500年以上が経った今も、世界中で読まれ続けています。もうね、お腹いっぱいだよ。たくさん食べたねー。ほとんどもちもちが食べてたよね。お腹いっぱいは幸せだね。今年は満開の時に雨とすごい風だったから、あっという間に散っちゃったよね。そうだね。来年はもっと晴れてたらいいね。それじゃあ今回はここまで。動画を最後まで見てくれて本当にありがとうだよ。また次回の動画で会おうね。バイバイ。